こんにちは、北浜なんです。今日は、私の好きなバンドディル・アングレイのトシヤさんのコスプレをしております。これは結構昔の MV の罪と罰っていう曲があるんですけど、その曲でトシヤさんが着てる衣装を作りました。はい。で、今日は何をしていくかと言いますと、お家について語ろうというわけで、今日は推し語りをしていこうと思います。あと今ね、コアラのマーチで名前が入ってるコアラのマーチっていうのがあるのよ。こういうで、この名前の中にトシヤさんの名前があるらしくて、それを見つけ出しながら喋りながら話していこうと思います。鼻かぶ。 Kidahamanin Channel。 はい、じゃあまずこれを開けていこうと思います。ちなみに今日撮影で全然ご飯食べてないので、めちゃくちゃシンプルにお腹が空いている。わーお、コアラのマーチ自体めっちゃ久しぶり。ちょっと名前見ないようにしよう。ちょいちょい出していきたいな。ケイ。で、今日は推し語りってことで、今私が熱いディル・アングレイについて語ろうと思うんですけど、まずディルを好きになったきっかけは、待って、中島です。中島いますか？ディルを好きになったきっかけは、ずっと私ヒプステが大好きで、ちょっと動画見てくれてる人なら知ってるかもしれないんですけど、ヒプステっていうヒプノシスマイクの舞台があって、それがすごい大好きでずっと追っかけてたんですよね、全国で。そのヒプステが終わってしまうってことになって、私が韓国に行って、韓国からさあ帰ろう、楽しかったね、帰ろうって時にメールが来て、ヒプステから何の連絡だろうと思ったら、キャスト全員卒業しますみたいなメールで、もう韓国の帰り大号泣だったからね。それで結構自分が思ってた以上に病んだのよね、その時に。そのためになら全国どこへでも行ってたしみたいなのを失ってしまって、結構喪失感でも絶望的な感じだった時に、たまたま TikTok か何かでディルの動画を見たのがきっかけかな。もしかしたらなんか M ステのザン事件っていうのがあるんですけどM ステでザンっていうちょっとやんちゃな曲をやって、ちょっと過激なパフォーマンスをしてしまって、なんか問題になったみたいな事件があるんですけど、それの話を誰かがまとめてくれてたのか、なんかそういうのか何かを見て発見しました、ディル・アングレイを。高や。まず TikTok でそれ興味持って、どんなバンドなんだろうみたいな感じでメンバーを見た時に、あれなんか見たことある人いると思って、っていうのがトシヤさんだったんだけど、ベースの。その年の前ぐらいに自分でイラストとか漫画を描くのが結構好きなんで、キャラクター作りたいなと思って描いてたキャラクターのモデルにしてた人がトシヤさんだったの。ネットで理想のモデルを調べてて、自分のキャラクターに合うで、こういう人、こういう絵が描きたいなみたいなモデルがトシヤさんだって、トシヤさんだってそれで画像を保存してたの。で、同じ画像がディル・アングレイって調べたら出てきて、あ、この人だと思って、それでもう運命的な感覚が出る、気になるなって思いました。好きになったらもう一気に追いたくなるタイプなんだけど、すぐにディルのファンクラブ入って、でトシヤさんのなんか月額のファンクラブというか、なんかあるじゃん、月額コンテンツみたいな、よくああいうので歌方っていうトシヤさんオンリーの月額コンテンツみたいなのがあって、モバイルので、それにもすぐ入って、ディルのモバイル会員にも入って、そういう時だけは早いんよっていう、そのトシヤさんの月額配信の中に、待って、山口、これ名字もあるんですね。月額のコンテンツの中で、私が入ってすぐぐらいに生配信をしますみたいなニュースがあったのよ。この日に生配信をするので、それに伴って質問を募集しますみたいな、よくある。で、ちょうどいいと思って、私は質問を書いて送信しました。で、その
配信の日、質問読まれたら嬉しいし、読まれなくてももう配信見れるだけでめっちゃ嬉しいなと思って楽しみにしてたのに、なんとその日に私はコロナにかかり40度の熱が出て、もうこう眠りながらこう布団の中でうーってうなされながらその配信を死にそうになりながらつけて、これだけは見たいと思ってで聞いてたら、なんととしやさんの口から次の質問はなんちゃんさんから、なんちゃんさんと思って、でも私はもう死にかけてるからこんな感じでなんちゃんさんって思ったけど、もう目も開くか開かないかぐらいのところで薄れゆくこの朦朧とした意識の中でとしやさんのそのなんちゃんさんっていう声を聞いてパッて目覚めて、今私の質問読んでるくねと思って、なんと質問読んでもらえたんです。当の本人はもうコロナで死にかけてるから、もうそれが現実のことなのか妄想のことなのか、でも健康になってからアーカイブを見返したところ、ちゃんと質問を読んでいただいてました。本当に嬉しかった。質問を読んでもらえた、名前も読んでもらえるなんてと思ってめちゃハッピー。これは忘れられないですね。Kira Hominin Channel。はい。で、第2弾、第2話が初めてのライブですね。好きになってから半年ぐらい後かな、秋ぐらいにライブがあって、でもうそれを一生懸命申し込んでライブ行ったんですけど、会場はゼップ名古屋で、名古屋まで行って、名古屋大好きなんで全然行くんですけど、名古屋まで行って初めてのライブに行ったわけなんですけど、まあなんせ初めてのアーティストさんのライブってめっちゃ緊張するじゃないですか。多分皆さんも経験あると思うんですけど、しかもぼっちで行ってて、なんかディル・アングレイのライブは怖いみたいな噂を聞いてて、激しいとかファンが怖いとかそういうのを聞いてて、もうめっちゃ知恵袋とかでも調べたけど怖い話しか出てこなくてビビるわーと思って、でまあ入ったけどちょっと乗り方とかも最初だから分かんないし、どういうマナーがあるのかとかも全然分かんないから、一番後ろにいたんですね。もうガチのもう PA さんっていう音楽取り仕切ってる方たちの後ろのとこの端っこでこうやって見てたよ怖いからね、何が起きるか分かんないから。秀幸でございます。でまあこうやって見ててドキドキしながらみんなわさーっと入っていて、で、まあ、始まったんですけど、最初あれやね、幕がステージにかかってて、メンバーが一人ずつ出てきて音楽演奏しながら、その幕に映像とかが映し出されたり、メンバーの影がダン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 って映し出されたりするっていうおしゃれな演出の曲から始まったんだけど、もうメンバーがまず一人一人出てきた時点で私はもうやばい本物だと思ってめっちゃテンション上がってて、でとしやさんが出てきた瞬間、おやばい本物だぞと思って、でもうバーンと曲が始まって、きょうさんってボーカルの方が歌い始めた時にクオリティがあまりに高すぎて、すげえライブだって思って、もうその数秒で、今まで結構アイドルのライブとかは行ったことあるんで、もうそれってこう盛り上がれみたいな感じだけど、本当になんかもうボーンってクオリティ高えみたいなライブを見ることがあんまりクオリティがアイドルが低いっていうわけじゃなくて、楽しみ方が違うじゃない。だから本当にもう圧がすごかった。クオリティの圧ができて、でもう第1曲目から大号泣してた。私はもう一番後ろのこの辺で、もう会場の多分誰よりも泣いてる、端っこにいるのにみたいな変な人になってて、いやもう本物見れたっていう喜びと、そのクオリティが高くてこう感情に迫ってくる感じ、すごいと思って、それが結構衝撃的なライブでした。リンダです。まあ乗り方とかも最初ちょっと緊張してたし、周りの人を見ながらなんかこうやって合わせるみたいな感じだったんだけど、でもすごいお姉さんとかはさ、そのヘドバンとかするんですよ。ディル・アングレイってもともとビジュアル系だったりとかメタル系の曲とかもあるので、もうみんなヘドバンしてるとかもなんか私は怖いから後ろですげえってなりながら見てて、その一体感とかがすごいいいなと思って、
私も最近のライブに通いつつちょっと練習しながら周りの人と同じ感じになれるように頑張ってるんですけど、本当に感想一言で言えって言われたらクオリティが高いと思った。しかも全然あれよ、まだ終わりとかじゃない、そのツアーの中で全然普通の途中の回でもめちゃくちゃクオリティが高くて、すげえと思って、これが大人のクオリティなんだ。あと面白かったのが、ライブの後に餌まきタイムみたいなのがあるんですよ。餌まきタイムっていうのは楽器、ギターとかベースとかやってる人のこのピックあるじゃん。これは楽器屋さんとかに売ってるやつなんだけど、これを使ってたやつとかポーンって投げてお客さんがキャッチしたりしてもらえるんだけど、まあみんなもう手だれだからさ、ファンの人とかはパーン取っていくわけよ。でも私はもう一番後ろでこうやって震えて見とったから最初で、まああんなのはまあ慣れてからやなと思って、戦争に参加するのはと思ってたんだけど、カオルさんっていうギターの方がいらっしゃるんだけど、カオルさんがめちゃくちゃピックとか投げるのがうまいんよ。遠くまで投げるのがうまい。てかもう全然めっちゃ後ろまで届くのね。普通は届かないんだけど。で、なんと私最後尾のこんな端っこにいたのに、カオルさんのペットボトルがバーン飛んできて、横にカシャーンって横の人水浸しになっとったんよ。すげーと思って。でもうなんかもうもらえる位置にまで来てたんやけど、ちょっと最初からもらうのはおこがましすぎるやろと思って、その隣のびしょ濡れになっちゃった方にお譲りしたんやけど、いやそれがめっちゃ面白かった。届くんだと思って、すっごい腕力やな。Kida Hominin Channel。はい、じゃあ第4話。ちょっと待って、第4話はいいんだけど全然食べてない。リクト。食べてないからちょっとコアのマーチを食べるタイムを作んないといけない。田村さん。第4話はオンライントークに後編。食べるかどっちかにしないと。さっきも言った月額コンテンツの歌方っていうやつにオンライントークができる権利みたいなのがあるのよ。権利というか抽選、オンライントーク会の抽選に参加できる権利みたいなのが。で、それにまあ毎月頑張って応募して、で何人か多分すごい少ない人数だけ当選した人だけトシヤさんと喋れるオンライントーク会に参加できるみたいな、そういうハッピーな会があるんですけど、まさみでまあそれに私も参加したいなと思って次応募してたんだけど、なかなか当選の機会がなく、まあ幻のようなものなんだろうなと思って、言うわてや毎月応募しては外れを繰り返してたんだけど、とある月になんとメールが来て当選しました。嘘だろーと思って、トシヤさんとお話できる、やばくない？まあそれ結構ギリギリに連絡来て、もう1週間もしないぐらい、1週間あったかな、1週間後ぐらいにお話できますってズームででもその1週間とかもずっとドキドキしてて、日常生活を送りながらも本当に食べんのみたいな、なんか嫌なこととか言われても私トシヤさんと喋るんだぞと思いながら、それで乗り越えて、辛いことがあっても、いやでもトシヤさんと今週末喋るからな、まあ全然大丈夫で、まあその日になりました。むつみです。もう朝からドキドキだよね。7時とかそれぐらいの時間からスタートで順番に呼び出しますみたいな感じだったんやけど、もう直前まで吐き気が止まらないの。もうおえよ、猫ミームのおえ。この話はちょっと猫ミームにもさせていただいたんで、ちょっと短く見たい方はそちらをご覧ください。で、そのおしゃべりできる時間っていうのが1人に30秒までっていうのが決められてて、30秒って結構短いじゃん。そんなこんにちはとか言ってたら終わっちゃうからと思って、いろいろ先にネタを話したいことを考えてたんですね。で、私がどうしても言いたいなって思ったのは、このぬいちゃん、これはライブに行く前に作ったトシヤさんぬいぐるみなんですけど、これ手作りで作ったぬい活とか手作りぬいみたいなやってる人も結構いらっしゃるかなと思うんですけど、トシヤさんのぬいぐるみを
手作りで頑張って作ったので、これをお見せしたいと思って、それを見せるのだけを、第一目標にして、で30秒しかないから多分あんまり他に言えることないかなって思って、私も多分あーとかなってると思うしと思って、で臨んだんですけど、やばかったのよどうせやばいんだろうなって思ったでしょ。 Kita Hominin Channel. で時間になりました。でも結構呼び出されるのが遅かったんですね。私の順番が遅くて。純也です。純也でドキドキしながら待ってて、次の人って言われて、わかりのバンこれズームに入ったイメージね。ズームに入ってバン画面のここにトシヤさんが、ね、当たり前だね。いなかったら詐欺じゃんってなるやん。画面のここにトシヤさんがいて、わあどうしよう、これ喋れる状況。こんにちはみたいな言って、こんばんはが夜やからな、こんばんはって、こんばんは。ただこんばんはって言ったのはいいんだけど、ここで一つ気づいたのが、ズームのラグがすげえってことに気づいて、こんばんはってこっちが言ってからあっちに届いてレスポンスがあるまでみたいなのが結構タイムラグがあって、これちょっと喋りにくい電波状況やなと思ったんですけど、これを見せて、トシヤさんこれぬいちゃん作ったんですでも多分でも手震えてるから、こんなのやってんのトシヤさんから見たらもう何が何だかみたいな、これ背中もこの衣装が好きでこうやったんですって言ってるけど、多分手めっちゃ震えてるからもうこんなことになって、でなったんですって言ってからしばらくしてラグがあるからね、しばらくしてトシヤさん、おー本当だ売り物みたいですね、帰ってきて、でこっちもラグがあるからしばらく待って、そうなんだ、嬉しいみたいな何喋ったかあんま覚えてないんやけど、その後多分ライブに行きましたみたいな、この間ライブに行きました初めて行ってみたいな、こっちもう喋りたいこといっぱいあるから、多分ずっと喋ってて、ライブに行ってこれがあれみたいな。でもそれもトシヤさんちゃんと聞いてくれて、どうでしたかみたいな言ってくれて、でここで一つ大きな問題、大きな誤算が起きたんですけど、なんと30秒、本当に30秒だったのかなってぐらい時間が余ったのよ。その私が言いたいこと、この子のこととかライブのこととかわーって結構話したんやけど、なんかまだ時間があったよ。他のオンライントークとか結構やったことあるんやけど、もう結構すぐバンって切られちゃうから、あれまだ切られないと思って。でも私そこまでめちゃくちゃ話題を用意してなかった。30秒なんてすぐやと思ってたから。で、やばい話題が尽きるぞと思って、そんなもう何を言ったらいいかこっちも緊張して頭も回らないし、それを察してくれたのか、トシヤさんがなんか、そういえば最近寒くなってきましたけど体に気をつけてくださいねみたいなのを言ってくれるんやけど、ちょっともうこっちも頭が動転してるから、いや待って、そんな世間話みたいなことが今したいわけじゃないねんと思って、もうこっちは今あなたと今しか喋れないこと喋りたいの、それは別に近所の人にも言えるから今じゃないのよと思って、でもその後何言ったかわからない。何言ったっけ？次ライブ行きますとかも全然みんな言うやろなと思って言っちゃダメだって思ってたのに、結局同じようなこと言った気がするな。次大阪でこの子を連れて行きますみたいな言って、怖いよな。そんな言われる推しの身にもなってみろって感じないけど、もうその時も動転してるから、この子連れて行きます、大阪まで連れて行きます、怖っ。でも優しく、じゃあ大阪で待ってますねみたいな感じに言ってくださって本当にありがとう。本当に優しい。で、あれも30秒、多分30秒以上あった気がするのに、スタッフさんが気を使ってくれたのかなとか思ったんやけど、本当に30秒やったのかな。もっと長く感じました。私が魔法を使ったのかもしれないね。このオンライントークも忘れられない経験です。推しと本当に喋れる、会話ができるってやばいよね。すごい。正幸です。正幸ってアスカノやん。アスカノのメンバーばっかり。すごいな。岩手屋みたいな。岩手屋。Kita Hominin Channel. 推し活って本当に面白いなと思って、ライブとか舞台とか
ね、そういうオンライントークとかで推しとお話できたりコミュニケーション取れたりみたいなんて本当に楽しいし、生きる上でめちゃくちゃ生きていこうっていうパワーをもらえる。素晴らしい。本当に推しのいる生活って素晴らしいよね。推しがいる人たちは共感してくれると思うんだけど、トシヤさんを好きになってから、ディール・アングレイを好きになってから、こういう衣装、コスプレもしたいなと思ってコスプレの衣装を作ったりとか、今はもう3着目です。これで実は123衣装全部手作りで作ったりとか、それこそこの縫い作りも初めてやってみたりとか、いろいろ楽しんでやらせてもらっております。本当に生きるパワーをいただいておりますね。これトシヤさんが使ってるベースと同じやつを買ったりもしました。もう意味わからんやんな。もう意味わからんね。こっちも分かってないね。なんでこうなったか。Kita Hominin Channel. 私は本当に自分を変えてくれる勇気とかももらえるし、逆にその推しが推せなくなった時とかあるじゃん、いろんな状況で。すっごい病むけどね、代わりに生活のほとんどを占めてるわけやから。やけどその悲しみがあるって分かってても推したくなるっていうぐらいに素晴らしいものをくれる。推しって素晴らしいっていう話でした。皆さんにはどんな推しがいるでしょうか。それはキャラクターだったりね、アイドルだったり、いろいろ3次元だったり2次元だったり、物だったり動物だったり、いろいろだと思いますけど、皆さん推し活楽しんでください。本当に推し活してる人とか自分の好きなもののために頑張ってる人ってすごいキラキラしてるので素晴らしいです。コアラの街終盤になってきました。前田と柴田。この袋あと1個だ。あと1個。果たしてトシヤは出るのか。ちょっと待ってね。前田と柴田が。最後の1個。ペン。待って。あつこ。またあつこボロボロやないか。この中にトシヤはいなかったよ。まだいちご味があったんやけど、食べるのに時間がかかるな。そんなわけで、今日のお話はこの辺にしようかなと思います。でも、コアラの街は2個目が来ました。今が3月末、もうすぐトシヤさんのお誕生日でございます。でも、ディルは今、ヨーロッパツアー中なので、今日本にディルがいなくて、なんか体調が悪いんです、私も。でも、お誕生日の記念にこの動画を上げたいと思います。夢。いい言葉ですね。いいお名前ですね。いちご味のコアラの味初めて食べたから。あったあるんかな。おいしいよ。いちごアスカだ。アスカいるかバーってみよう。バーってゆきえ、ひろし、としき惜しいやつだな。みか、鈴木、かすみっていう曲があります。ディル・アングレイには。おらんな。なんかとしきってやつはいた。惜しいやつ。としき惜しいな。あとかすみっていう曲がありますね。阿部、リズ、ゆきえ、みか、若菜、まさはる、モネ、高俊。としきとかすみしかない。じゃあもうちょっと買って探したいと思います。皆さんもトシヤがあったら写メして送ってください。お願いします。今日はこの辺で終わりにしたいと思います。トシヤさんお誕生日おめでとうございます。Happy birthday。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。今日はこんな雑談動画ですいませんでした。ありがとうございます。